我们等一下要去市场里面吃早食，我帮你准备的这个台湾 LV。私はミオと言います。日本の大阪から来ました。今、谢谢。春巻きの皮。めっちゃ美味しいこれ。たっぷり入ってる。ジャパ。农田、葱油饼、温泉、冷泉、传艺中心，这些可能是讲到宜兰你会想到的标签。烟波这次 check in 宜兰，我们翻遍了网络上数百名网友的推荐。这次我们不去观光景点，而是邀请到了在市场走跳的少年阿公，带我们深入在地生活。而今天的主角是来自日本的未央，我们将带着他一起和我们到市场去走走。こんにちは。私はミオと言います。中文名字叫未央。日本の大阪から来ました。で、今は台北でお仕事をしてます。あとは台湾での生活を今 YouTube とか Instagram で発信をしてます。这边。嗨，未央さん，おはようございます。今天去多多指教。大家好，我是笑脸老公方子维，在宜兰这边跟大家，尤其向外国朋友们介绍台湾的生活文化，最直接带大家从传统市场，就是台湾的饮食以及在地的生活。まずこの企画をもらった時、私はもちろんイランに行ったことはあるんですけど、旅行で行くのでどうしてもやっぱり有名なところとか、今回その詳しい人がシャーメンアゴンっていうラオスが連れて行ってくれるってことで、もっと深い台湾を知ることができるっていうことをすごい期待してました。今天的行程是什么？我们今天要带你认识宜兰的在地生活。我们从阿萨一起开始。朝一。OK。那准备好了吗？准备好了。我们等一下要去市场里面吃早食。我帮你准备的这个台湾 LV。まず会って帽子とカバンをもらったんですけど、その時初めて見た印象はもう台湾っぽい。台湾的文化是什么颜色？我们可以代表呢？红色代表的是热情，黄色代表着创意。怎么念？这个叫来宜兰。来宜兰。谁？蔡奇亚。蔡奇亚。朝一。朝一。そう。じゃあ一緒に朝一食べましょう。はい。Good morning，秀明姐早安。来是没错，大家都朋友吗？在市场很容易遇到认识的朋友。朝一の学校。誰も僕たちの先生。这个市场里有很多像这样子的，从海边然后挑出了这些海产，然后来到这边最新鲜的贩售。台湾の市場は地面に物を置いて売ってることが多くて、でも日本だと商店街とか机に並べてたり、あんなにいきなり道を歩いてたら急に売ってるものに出会うみたいなものはなかなかなかったので、でもそれが今日取れた新鮮なものを持ってきて置いてるっていうことはすごい納得でした。有好多汽车。这就是台湾独特的生活。市場に入った時すごい人で、今日が多分日曜日だからってこともあると思うんですけど、すごいバイク、道もそんな狭くないけどそれが狭いって感じるぐらいにもうぎゅうぎゅうで人も多くて、ちょっと歩きにくいなと思ったんですけど、でも賑やかさがすごい台湾っぽくて、風景もちょっとレトロな感じで、これこそ私が求めてた台湾の感じだなと思いました。我们先从这边人最多的这一摊开始，日本一定也有这个，有摩基，おもち，绿色的那个我们叫超阿贵，你可以挑一个你喜欢的颜色，然后我们来试吃一下。绿色加一个红点，这个是修嘎多妈咪。食べてみてください。所以我们今天特别准备的柜，在这个超柜里面加的材料里面，今天帮未央也准备了一个我们的在地口味，叫做咸花豆咸豆啊。其实只有宜兰才有这样的独特口味。餅を食べた時にすごい生姜の味がして、日本でその生姜が入った餅ってなかなかない。日本だと小豆とかそういう甘いきな粉とか甘いものばかりなので、これ食べた時にデザートっていうよりもなんか料理のものみたいに思ってちょっとびっくりしました。でも美味しかったです。每天早上先做才有这个 Q 弹度。
四个麻吉。美味しいですか？来，你就我想起来在日本过年时候吃的おせち料おせち理。料理，嗨。そんな感じがする。在台湾麻吉呢，其实也是在团圆的时候，或者是我们要谢神的时候，我们就会把米做成不同的口味。下一个我们要吃的也是米食，好，接下来都走。其实讲到甜不辣，对台湾的我们来说，它就是一个小小像鱼浆、鱼板这样子的一个食物。可是甜不辣在日本是一个炸物，不管是炸蔬菜、炸虾等等的。甜不辣同样一个名字，把日本当时食物引进来之后，但是转变成台湾在地的形式，所以那个有点像黑轮一样的甜不辣，就变成是我们台湾的印象。这个食物在宜兰，不管你吃米粉羹，你吃关东煮，你吃很多的炒面里面，可能都会有这样子的甜不辣，切成片、切成条。这个是妈妈。妈妈，这里的食物都是妈妈带着孩子一起做的。这是甜不辣，跟日本的天ぷら完全不一样哦。是什么鱼？每个季节不太一样，可能有旗鱼的，可能有鲨鱼，不一定。どうぞ。キュンキュンだ。日本と台湾の天ぷらが違うってことは知ってたんですけど、あれ食べた時にでも初めてこんな美味しい天ぷら。今まで食べたのはなんかあんまり練り物っていう感じはあったけど、特別な印象を持ったことはなくて、今日食べた天ぷらはすごい美味しかったです。凌晨2点起床，这么早？然后把鱼打成浆之后，做成鱼丸，然后也可以拿来做成馄饨，做成肉卷。关東煮、おでんもあります。そうだね。お店に行った時にもともとお母さんとお父さんがやられてて、それをもともと違うことをやっていた息子さんたちがこう戻ってきて手伝ってるっていう風に聞いた時にすごく感動しました。すごい勇気のいることだと思いました。そう、日本のね、日本的东西也有。你看这个是日本的鲤鱼旗，然后台湾的灯笼。等一下我们来喝一点红茶豆浆。大丈夫。如何？什么感觉？一开始感觉到红茶，但是我喝下去的时候感觉豆浆。哦，对，所以它叫红茶豆浆。宜兰最早把红茶加豆浆在一起的，其实就是这一间上清牛皮。私もともと豆乳が苦手で、あんまり豆乳独特の味とか匂いが好きじゃなかったんですけど、今日飲んだ紅茶豆漿はめちゃくちゃ飲みやすくてびっくりしました。あれ作ったのがお父さんがその自分の子供たちが外で何飲んでるかわからない、ちょっとそれが心配になって作ったっていうことを聞いて、めちゃくちゃ愛がある行動だなって感じました。それを今私が飲めてるのもすごい幸せです。台湾 donuts 双胞胎。双胞胎？为什么叫双胞胎？因为一个面包里面，它把它剪开拿去炸，它就会变成2边。哦，だから一样，看啦，双胞胎。双胞胎は揚げパンだっていう風に聞いて、今日本で台湾ドーナツってめちゃくちゃ人気なんですよ。日本人の私からしても懐かしい感じ、どこか懐かしい味がして、でも甘すぎなくてそんな油っぽくもなくて、もちもちしてすごい食べやすかったです。你试看看这个，这个是用米，然后再加我们叫蜜饯做出来的，这个叫高仔果啊。甜甜酸酸。有没有吃过？没有，没有。这个日本有这种食物吗？好像没有。就宜兰的啦。就宜兰才有。宜兰的。那它原本是我们鬼月会普渡的时候会拜国王。对。你现在在宜兰这边或台湾这边吃到很多食物，都跟日本以前日本人来到台湾留下来的一种饮食的记忆。第4代了。拥戴美丽，谢谢姐姐。其实我们今天逛的这个120年历史的这个南北馆市场，它其实在以前日本人来到台湾的时候，1895年之后盖起来的这个市场叫宜兰街食料品小卖市场，后来它变成的是2边分别改建，南馆是充满台湾气氛，生鲜食材采购，那到了北馆市场之后，瞬间气氛完全不同了，这里保留了日本现在也越来越稀少的传统商店街的气氛。初めに私たちが行った南館の方は、
私がイメージする台湾の市場っていう感じ、賑やかな感じだったんですけど、次に行った北港の方はちょっと暗くて、もう商店街があって、日本の商店街もそんな感じ、ちょっと似てるなって思いました。でもなんかその暗い感じ、裏道がある感じとか路地がある感じが、なんか私が昔見た台湾映画とか香港映画みたいな、そんな映画で見るような雰囲気だったので、自分ではちょっと怖くて行けないけど、今回連れて行ってもらったらたくさんそこにもお店があって、新しい発見があったような感じです。おはよう。食べてみてください。美味しい。春巻きの皮。春巻きの皮。へい。いただきます。如何？好吃，美味しい。师傅在这个位置里面，这个也已经100年了耶。100年里面就只做这个皮。在市场里有很多一辈子努力只做一件事的精神的职人们。公平号春卷皮呢，师傅跟我讲一句话，他说：“做你家家的物件，你叫好把人家。”那这一句话是他的阿公跟他说的。师傅自己都当阿公了，他其实365天只休息1天。他跟我说，他不是不想休息，而是因为不管是餐厅、小吃店、饭店，有至少30-40种的食物，像花生卷、冰淇淋、月亮虾饼、樱桃鸭卷饼，都需要他的春卷皮制作，所以他休息了，那这些食物就没有。お父さんもこう手で作ってるんですね。手作りで一枚一枚皮を作って、それを私たちも食べさせてもらったんですけど、本当にもちもちして美味しかったです。普段私たちがそういうものを食べる時ってどうしても中身をフォーカスして、皮ってあんまり意識したことがなかったんですけど、今回あれだけを食べてみて、お父さんも本当あれだけ力を入れて作ってらっしゃって、私が食べた後美味しいですって言ったら、もう一枚もう一枚みたいな感じでもう何枚もくれて、結構あれボリュームあるんですね。もちもちして、それのボリュームある皮を何枚も食べさせてもらいました。米其林 chef 秋元京都から米其林 chef 本当比较脆。脆脆的。其实手工比较特别，是它的经验跟火候掌控，它要脆，它要软，靠经验。品质顾好，做好之后，客人第一口就会觉得，哎，这东西真的。帅哥，我要一直照，要快一点吃，你走离开就没有。我跟你说，平常不会这样。阿公是因为看到你们觉得很有缘，他才跟你们分享。每一家的都不一样。这边里面加的东西是面粉、水，按那个盐巴3种。所以忍不住会一直吃哦。先生，ありがとうございます。有空再来。好，我们再来。拜好拜。，那我们往这边。はい、隣に行ったお店が台湾のおせち料理に使うものを売ってる、お店に行きました。ああいう鮮やかなものをなかなか日本では見る機会がないので、すごい台湾らしさを感じました。そうだ、お母さんが作ったこの魚の形のものとか、あとパイナップルとか桃とかいろんな形のものがあって、手作りであんなに作れるんだってすごいびっくりです。现在看到的这个市场呢，香港的电影看过吗？カラフルなやつ。so，这个以前楼上有什么？有电影院、溜冰场、保龄球场、撞球台，还有那个 Go Kart 碰碰车。然后楼上还有一间庙，阿瑞有。这里是以前的 Depart。すごいスターバックスみたいです。Starbucks みたいの。市场内鸭转奶奶酥丹麦。哎，おはようございます。最後は朝食屋さんに行きました。割と新しい朝食屋さんで、它过去其实是个打铁店，把传统气氛保留，用现代化的方式呈现，吸引了更多年轻人。你就发现整体市场气氛年轻更多了。我家附近也有一个市場、但是我没看过这么時尚的店。そこに行って鴨が入ったトーストを食べさせてもらったんですけど、イランはその鴨肉が有名っていうことで、这边的特色里面，像这个鸭嗓，鸭嗓把宜兰的特色装在这个吐司里面。宜兰为什么会有鸭嗓？因为宜蘭的水很多。冷泉とか温泉とかいっぱいたっぷり、水たっぷりところは鴨とか、あと鳥とか、どっちが水が好き？鸭嗓 smoke duck が食べられる。炭はサトウキビ。サトウキビで。サトウキビから炭作って。甘くなる？そうです。本当。さあ、いただきます。
めっちゃ美味しいこれ。すごいめっちゃたっぷり入ってる。そあそこのお父さんお母さんすごい面白くて、見た感じはめちゃくちゃイケイケのおしゃれで親しみやすい感じがして、この新しい市場を作っていっている感じをあそこで体験できてよかったです。在台湾有一句话未央你要学起来，假霸尾。假霸尾，对我听过，你讲阿尾阿尾，食物就来了，很好用的。所以你假霸尾，假霸。继续讲，继续讲。好，那最后我们回到了我们在市场里面的市场学校。这个市场学校过去其实是一个中药店，我们其实都是市场长大的孩子。当我们从外地回来，从国外回来之后，我们其实很希望这市场可以让更多人喜欢，重新可以活跃。我们可以在这里喝个调酒，然后聊聊在地故事，把这些故事珍藏下来。未央这一次来到了这个宜兰的最大的市场，どんなイメージですか？それは私の日常生活からすごいわかる。フレンドリーで熱心ですごい優しくて、今日ここに来てもうみんな家族みたいな感じ。そうですよ。子供が違うことやってても帰ってきて伝統を守っていくみたいな感じ。みんなでこのスーちゃんを守ってる。なんかすごくそれに感動したというか、やっぱり台湾の人は助け合いっていう文化がすごく素敵だなと思いました。ズエさんこのスーちゃんをこう発信していく。さっきズエさんがみんな先生ですって言ってたけど、逆にその先生たちはズエさんが本当に頑張ってくれたからって言ってるのがすごい素敵と思いました。私が普通にこんなところに来たら何も考えずに多分これ買いたいとかやっちゃうけど、なんかその裏にはちゃんとみんな守っていってるものがあるんだなと思いました。感動だ。そう。でも若い者大体外とか海外に働いて、でも何年の後本当に帰りたい。だから一番最初私たちは20年前から帰ってきて、そのずっと少しずつ連結して、そうだから今家族みたいな雰囲気増えました。でも思ったのが、自分が今までやってきたことを全部捨てて、なんていうか伝統を守るじゃなくて、今まで自分続けてきたこともこの中に取り入れて、例えばこういう新しいものであったり、時代によってこうちょっと変えていってることでスーちゃんの魅力になるんじゃないかなと思います。那未央さんは下次想要再带谁一起再回来这里玩呢？跟日本的朋友一起来，我也想介绍这个市场是怎么样的。じゃあまた遊びに来てください。ありがとうございます。まず朝ごはんを食べて、すごいイランの特産品、もうここでしか見れないような料理がたくさんあったので、めちゃくちゃ迷ったんですけど、特に美味しかったなと思うのは、なんか鴨の麺みたいなやつが個人的には美味しかったです。あとは海鮮系も多分イランは有名なので、それもめちゃくちゃ美味しかったです。我觉得饭店很用心，它在这么多的食材里面特别严选了宜兰每个乡镇的一些特色。其中我自己最印象深刻的是那个小卷，因为其实在宜兰这个海岸线上，很怀念以前阿嬷会挑着扁担，然后把早上最新鲜的，像是这个小卷也好，布拉提也好，然后挑到市场里面去贩售。这个画面其实对我们来说越来越稀少了。看到那一道菜，就让我想到在地生活很多的这种回忆。でこのホテルはなんか周りは結構何もないっていうか、本当広いところにあって、こういう自然とかもそういった環境もすごい気持ちが落ち着いていいかなと思います。ぜひ皆さんイランに来た時は遊びに来てください。一天的早晨就透过早餐开始，如果透过早餐可以认识宜兰的12乡镇的生活风情，来到烟波吃早午餐，你就能看见宜兰的所有的美好。